こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、寒い気候のバイオーム6つを踏破し、氷解ブロックを入手しました。今回は50話目ですので、区切り目としてふさわしくすべく、普段より気合が入っています。つまり死ぬのね。でも今まで頻繁に死んでるし、そんなので区切り目にふさわしいの？いやいや、この企画でまだ見ぬものを発見しようかと。最低でもジャングルです。まあジャングルなら可能性なくはないわね。怖いです。気合が抜けました。早いわよ。すでにエンダーアイを十分集めてるので、そろそろ矢の数を揃えなければなりません。最低一度は奈落に落ちるから2倍以上は必要ね。さて、地図9枚目の上コースも終わりです。どんどん東に進みます。で、少し気合が入りすぎてうっかりしてました。ここまだ地図8枚目のエリアで作成済みなんです。地図を持ち替えようとした時ようやく気づきました。無駄遣いばかりするならもうサトウキビを小遣い制にするわよ。心より反省します。無念の2度目の作りたてポイ捨てです。地図8枚目の上コースは森林ばかりでした。今度こそ新たな地図のエリアに進みます。というわけで、予定してた第3次遠征の残りは地図3枚分となりました。なんだかジャングルすら見つからない雰囲気が漂ってきたわね。そして12枚目の上コースもあっさり終了。でも乾燥気候のサバンナが出てきましたね。これはひょっとしてメサが見つかる伏線でしょうか。もし見つかったら明日はメサが降るわよ。さて次が地図13枚目です。残り2枚で新たなものが見つけられるのか、すでに自信は半減してます。下コースの調査がまだだけど、誤差よね。それから3分ほど走って村を見つけてふと思ったのですが、ここで無限エンチャントの本が見つかれば区切り目としてまあまあふさわしいですよね。随分妥協してきたわね。射撃ダメージ増加2。飛び道具耐性3です。せっかく50話目なのになんで、もうこの村はパス1の村と名付けます。さて地図13枚目の上コースは東端まで乾燥気候でした。次が地図14枚目、東の折り返しです。もしこの遠征でメサがあるならこの地図です。どちらにしてもないわよ。可能性があると仮定しても、上コースの2キロ南は第2次遠征までで調査済みです。広いメサがちょうど2キロの範囲にスポンと入ってなければ、下コースで見つかることはないんです。あ、レベル溜まってた。無限の弓は必要不可欠でないので、そもそも雲の糸持ってないので、ここは現実的に一発で鬼門のドロップ増加3を引いて万々歳に。うおーしい。一つ愛が足りませんでした。しかし、ブーツで水中歩行3が来ました。お初です。一応区切り目の第50話としてふさわしいでしょうか？ちょっと微妙よね。まあともかく、おまけでダメージ軽減3付きの水中歩行3を入手しました。ウィキの説明によると地上の歩行速度と変わらなくなるそうです。水中呼吸3は確保済みですので、海底遺跡攻略の重要エンチャントが揃ったと言えるでしょう。あ、いっそ海底遺跡に挑んだら？前向きに検討いたします。怖いし。さて東端まであと地図4分の1ほどですが、草原や森林系に入りました。再びジャングルチャンス到来です。物は言いようよね。で、結局ダメで、下コースに移動しているところですが、べっちゃんこの浮島に2種類の動物が暮らしているのを見つけました。大丈夫、まだ2種類です。これちょっと珍しくないですか？少しだけね。やっぱりまだ見ぬもの探しは難しいです。ここまで来るとメサとジャングルはもう無理でしょう。
可能性あるとしたらキノコ島くらい。厳しいです。一応要塞でも見つけておく？結局その辺りに落ち着きそうな気がします。さて、一応海洋が出てきましたが、まあ可能性はあるのでまだ希望を捨てるのは早いですよね。案の定、1分船に乗ったら海洋が着きました。しかし、ここまで来てようやく奇跡が。50話目にふさわしいレアもの発見です。ふさわしいレアって、まさかのメサ？スポーン確率 0.164%、幻の桃色羊に遭遇しました。全然企画と関係ないし。でもレア度はジャングルを上回る一級品のはずです。ところで、周囲の羊の群れを見ても、桃色羊が混ざった群れが見つかりません。前作のバージョン 1.7 台の時は、同じ配色の羊の群れが方々で見つかって、1匹見つかると幻の桃色羊ラッシュになったものですが、さりげなく仕様変更されているのね。さて、また村を見つけましたが、ノックバック1と爆発耐性2しかなかったので、パス2の村と命名しました。14枚目の地図はここまでです。結局したコースも乾燥気候で目いっぱいでした。そして13枚目は中腹まで海でしたが、海を越えてもまだサバンナです。乾燥気候多いわね。うおあれだ。やっと見つけました。何？50話目にふさわしい、超巨大トンネルです。結局それかい。サバンナ大地の突然変異に生成される、雲を軽く突き抜ける地形です。でかすぎて近づくとトンネルの全貌が画面に収まらなさそうです。やっぱりサバンナはいいですね。これだけ見応えある地形はサバンナだけです。でもこの企画じゃてっぺんまで登れないのよね。いえ、よく考えるとバージョンアップで新ブロックがワンサカ増えたら登れますよ。つまり次のバージョン出るまでに企画が終わらないと。さて、区切り目としてマイクラに用意されたトンネルをくぐります。これをくぐった先は51話です。嘘です。どうでもいいけど、これやっぱりゲートよね。あれ少しウサギっぽいです。地図13枚目は海とサバンナでした。やっぱりキノコ島は見つからずじまいです。地図12枚目もキノコ島は見つからず。第3次遠征はここまでです。拠点に帰って地図飾ってみます。さて拠点も久しぶりです。変わり映えないですね。で、地図飾る前に少し実験しておきます。ひょっとして氷塊なら、草ブロックの上に置いても草が枯れないのかなと思ったのですが、早くも一箇所枯れました。ダメのようです。地下で荷物整理で少々時間を食いましたが、ガラス取ってきました。これでしばらく放置してみます。一応ガラスも実験するんだ。多分大丈夫なはずですけど。さてここまでの地図を並べてみました。デバッグモードは一時的にオフです。今回の第3次遠征はこの範囲で、次の第4次遠征はここを調べていきます。で、キノコ島探し候補の広い海洋は、今のところここくらいでしょうか。さて、せっかく氷塊を入手したし積もうと思ったのですが、もうついでに草ブロックも積んでしまおうと思い立ちました。そこで、塔の上の方の色付きガラスを一つ引っこ抜いて氷塊を差し込みます。シルクタッチで引っこ抜いたのは灰色の色付きガラスです。氷塊も草ブロックも持ってき忘れてます。何をやっているんだか。まあすぐ取りに行きます。この足場ギリギリ降りれば、岩盤のスライムブロックぴったりの位置ですよね。ギリギリ降りればね。11人目の私は今までの私と一味違って、気づきにくいチェストの上に散らばったアイテムなどを着実に回収する知恵があります。落下死しない知恵のあるテリーは何人目になるかしらね。
さて、これからも前向きに生きることにして評価を差し込みます。続いて草ブロック、灰色の色付きガラスを乗せて、Y 座標124の高さを確保しました。2ページ目の96個目が氷塊に入れ替わっています。で、塔のてっぺんがガラスなので今はツルが這わせられません。這わせるのはまた今度です。さてお楽しみタイムね。今回はトラウマタイムはなしです。ちなみにガラス引っこ抜いた時の足場作りで、ここのツルが抜けてしまいました。まあ伸びるまで待ってみようと思います。さて、矢を量産したところで今回はここまでです。次回は第4次遠征の予定で、今度は南側7枚分の地図を調査しに行きます。メサかジャングルが見つかれば塔が雲に達するので、そこまで行ったらジエンド攻略に挑もうかと思ってます。ブランチマイニングはまだやらないの？後回しです。村人取引の仕組みが分かったので鉄回収に急ぐ理由がなくなりました。では、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。